せいたしました。これより横須賀空港巡り11時便の出発となります。今、皆様がいらっしゃいますここ、横須賀港と、隣にあります長浦港、この2つの港を巡ってくるクルーズです。約45分間の間、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、早速ですが、この船大きく U ターンをしている最中です。皆様、進行方向お間違いのないようご注意ください。U ターンしている最中ではありますが、まず最初にご紹介したいのが、左手前方から真横にかけて、今、皆様にお通りいただきました桟橋の上をご覧ください。なんと、当社のスタッフがいってらっしゃいと手を振ってくれているんです。ぜひ皆様も大きく振り返してあげてください。それでは、行ってきまーす。ということで出発いたしまして、まず右手の案内です。右手にはたくさんの建物が立ち並んでおりますが、こちらがアメリカ海軍第7艦隊の横須賀基地です。もうすでにアメリカなんです。この基地は東京ドームでいうと約50個分の広大な敷地面積の中に2万人以上もの米海軍関係者とその家族が暮らしております。地元では通称ベースと呼んでいる場所。そんなベース側をご覧いただいていますと、なんと鉄のクジラと揶揄される日本の海上自衛隊の潜水艦が1隻ご覧いただけます。たった今右手一帯はアメリカ海軍の基地とお伝えしたばかりですが、実は日本の潜水艦部隊司令部の一部を右手アメリカ海軍基地側に設けているんです。そのためご覧いただいている潜水艦は日本の海上自衛隊の潜水艦。ちなみに主要な艦船で船の前には日の丸、そして船のお尻には自衛艦旗と言われる自衛隊の旗が掲げられているんですが、実はこの潜水艦、どこを探しても旗が掲げられていないんです。というのも、昨日引退したばかりの潜水艦、名前を渦潮と言います。このように引退したばかりの潜水艦も見ることができないので、ちょっと興奮気味にご紹介させていただきました。さあ、そしてそんな潜水艦を取り越しますと、今度は右手前方、桟橋の向こう側には足場がたくさん組まれているグレードの船が1隻溜まってありますが、こちらの船こそアメリカ海軍のイージス艦なんです。このようにここ横須賀ベースですねの中では船の修理やメンテナンスが行われているんです。こういった状況をご覧いただくのも横須賀ならではとなっています。またイージス艦について詳しくご説明していきたいところではありますが、あなたがこの船ちょっと見づらい場所に止まっていますので、イージス艦の細かな説明はまた別の船でご紹介させていただきます。ちなみに右手真横に止まっているのは艦番号88番、名前をプレブルと言います。さあ、そんな右手一帯がアメリカ海軍の基地なら左手です。左手真横、大きな中城鉄塔の下にある学校のような建物、こちらが海上自衛隊の横須賀地方総監部、いわゆる横須賀基地のメインとなる場所。さあ、そんな横須賀基地と同様に全国には主要な基地というのがあと3カ所あるのご存知でしょうか。まず簡単なところで言いますと、戦艦大和ゆかりの港町というと広島県の船、そしてイージス艦が一番多く配備されているのが長崎県の佐世保、そしてちょっと難しいのが日本海の安全を担っている場所というのが京都の舞鶴。この3カ所がここ横須賀を含めて主要な基地となっているんです。さあ、そんな横須賀地方総監部から左手前方にかけてが海上自衛隊の横須賀基地となっています。本日メイン桟橋となる吉倉桟橋に止まっているのが116番ヘルツキ。この船は第一線で国や仲間の船を守るための護衛艦。そしてその奥にもたくさんもの艦船が止まっておりますが、こちらの場合、今することができないんです。
というのも、今、左手前方のご紹介をしていますと、なんといっても、私が帰り道にご案内する船なくなってしまうから、ぜひお帰りの際までご期待ください。ということで、目線は右手前方から真横にかけて見えてきたのがアメリカ海軍のイージス艦。さあ、ということで、このイージス艦ってレーダーを使って飛んできたミサイルを撃ち落とすことができる船。例えば、いろんな方向から100発ほどのミサイルが飛んできたとしても、全てに的を合わせ、危険度の高いものから順番に撃ち落としていくことができるんです。すごいのはそれだけではなく、なんとこの一隻で守れる範囲が半径 450km 以上。そのため、ここ横須賀からですと、北は秋田県上空、西は兵庫県の上空を飛ぶミサイルまで一気に探知することができるんです。さあ、そんなイージス艦、86番の影からずらーっとご覧いただけるんです。ここら辺から写真を撮っていただくと、とってもかっこいいお写真になること間違いなし。また、アメリカ海軍が日本にイージス艦を配備しているなんて、実はここ横須賀だけなんです。それはなぜかと言いますと、答えはとある船を守るため。そのとある船というのが徐々に見えてきているんです。右手前方、大きな赤白クレーンが2機ありますが、その前にドドーンと溜まっているあの平らな大きな船を守るため。もう皆様はお分かりですよね。あの平らな大きな船こそ、世界最大級と言われる原子力空母ジョージ・ワシントンなんです。さあ、皆様お写真撮るならここからがチャンス。空母の全体像お写真撮れるのも、このクルーズだとこの場所のみとなっているんです。お座席ご移動いただいても構いませんが、ぜひお足元にはご注意ください。お理解のお客様、写真を譲り合ってお撮りいただければと思います。さあ、ということで、この大きな大きな原子力空母ジョージ・ワシントン。船のほとんどを、船内のほとんど、飛行機の滑走路として使用している船なんです。そのため、自分自身を守る装備品ほとんどないことから、いつもイージス艦5、6隻とグループ行動も共にしています。さあ、皆様いかがでしょうか、このド迫力。なんと、全長が333メートル。あの東京タワーをドラーンと横にした長さと同じ。そんな大きな船体を生かして戦闘機は約80機も乗せることができるんです。そんなジョージ・ワシントン、実はついこの間ここ横須賀に戻ってきたばかりというから、本当に皆様ラッキー。でもラッキーはそれだけではないんです。なんとよくご覧いただくと、原子力潜水艦まで止まっているんです。これなかなか見ることができない。ただ、ちょっと見づらい場所にいますので、よく目を凝らしてくださいね。まず、原子力空母ジョージ・ワシントンの横には、高い赤白クレーンがありますが、そこからもっと左側、2階建ての三角屋根の白いお家、わかりますか？ 2 階建ての三角屋根のお家。その真下あたりをご覧いただきますと、全体真っ黒い潜水艦のセイルと言われる頭の部分だけぴょこっと飛び出ているのお分かりになりますでしょうか？原子力空母ジョージ・ワシントンはここ横須賀に配備されていますが、原子力潜水艦は配備されていないので、本当に見ることができないんです。ちなみに現在この場所に止まっているあの潜水艦、名前をシーウルフと言いまして、前回は2024年にここ横須賀に来たんです。通算しますと今回で6回目となる原子力潜水艦。そんな潜水艦と空母一緒にお写真を撮っていただきますと、とってもレアなお写真になること間違いなし。よろしかったらぜひたくさんお写真をお撮りください。と言いたいところなんですが、そろそろお時間の関係もありますので、ここら辺から速力を上げて隣の港、長浦海岸を進んでいきたいと思います。お理解のお客様はお申しやお手前品と飲まされないよう十分ご注意ください。ちょっと写真撮りそびれてしまったというお客様、お足元ご注意いただいて、この船の後ろに回っていただきますと、振り向きざまにお写真撮ることができますので、よろしかったらお写真をお撮りください。
さあ、ということで今ご紹介しましたこの原子力空母ジョージ・ワシントン。なんといっても戦闘機を80機も乗せることができる。戦闘機だけで80機ですよ。もちろん乗組員の数も桁外れ。先ほどご紹介しましたイージス艦、あの船1隻でだいたい300名の乗組員に対し、今ご紹介した原子力空母ジョージ・ワシントンの乗組員はと言いますと、その数なんと5000人以上もいるんです。すごいですよね。でまたそんなにたくさんの乗組員さんが船の中で生活しますので、船の中には郵便局に床屋さんに歯医者さんまで揃っているんです。中でもいいなと思ってしまうのが、民間企業でもあるスターバックスコーヒーもジョージ・ワシントン店として船の中に設備されているというから驚きですよね。さあ、そしてそんなジョージ・ワシントンの話をしていますと、今港の外に出てきたんです。港の外に出てきますと、なんだか変わった形の施設が右手前方から真横にかけて見えてきます。すぐそこの海面から四角いコンクリートブロックが無数に飛び出ている場所、こちら消す磁力の場所と書いて小磁所と言います。このコンクリートブロックの間に船を入れて、ここで船内に溜まっている磁力を測定し取り消すことができる場所なんです。というのも、今ご紹介してきました軍艦や艦船ってやはり強度が重要ということで、ほとんどの船が鉄でできた鉄船なんです。ただ鉄船って海の上を走っているだけで、船内に磁石の力を帯びるって皆さんご存知だったでしょうか。実はこれが問題なんです。というのも、海の中には磁石の力に反応して爆発する磁気機雷という機雷が存在します。そのため、そういった機雷に反応しないように設けられているのが、今右手真横に見えている小磁所という場所。なんだか見た目地味ではありますが、全国を探してもここ横須賀にしかない特別な場所ということでご紹介させていただきました。さあ、ということで、ちょっと本日雨が降っているので景色が曇っていますよね。天候がいいと、ここら辺、右手真横から後方にかけて海岸の陸地、千葉県がご覧いただけるんです。そんな千葉県とここ横須賀、直線距離にして一番近い距離はたったの7キロほど。意外と近いですよね。そんな千葉県との間に広がる右手の海が東京湾。この東京湾では軍艦や艦船だけではなく、ヨットに漁船、大型貨物船などたくさんの種類の船が毎日行ったり来たりしている、世界的に見ても交通量がとっても多い場所なんです。そのため東京湾海上交通センターが実はレーダーと監視カメラを使って24時間体制で見守られている身でもあるんです。さあ、そしてこんなご案内をしていますと、今度は前方からは近い陸地が見えてまいりました。こちら前方の陸地が横須賀市の奥浜と呼ばれる場所。まず目立つものといえば、右手前方赤白大型船、こちらが住友重機の横須賀造船所。主にタンカー船と呼ばれる燃料を運ぶ船を作っていたり修理したりしている場所なんです。ところで皆様、こういった海の上のものってとっても大きなものでも小さく見えるってご存知だったでしょうか。ぜひそれを証明するのに、本に書かれている横須賀の「よ」の文字にご注目ください。よの文字、一文字あたりどれくらいの大きさあると思いますか？意外と大きいですよ。答えを言っちゃいますと、縦横ともに8メートルあるんです。意外と大きいですからね。ちなみに今皆様が乗っているこの船の横幅、だいたい7メートルとなっていますので、この船の横幅より本に書かれている「よ」の文字が大きいということをお分かりいただけましたでしょうか。さあ、続いて右手
て前方から見えてきたのが上が白、下が青の船が1隻。こちらの大きな船はカーキャリアと言います。いわゆる自動車運搬船なんです。この自動車運搬船の後ろいっぱいが日産のオッパマ工場。この工場では小型車を中心に年間24万台もの車が作られており、ここ横須賀から全国各地へと運ばれている場所。ガラクタですが、2027年度で車の生産はストップしてしまうんだそうです。さあ、そしてそんな日産オッパマ工場の今度はお隣をご覧ください。なんだかやけにおしゃれな建物が当たっていますよね。皆様、あちらのおしゃれな建物、一体何だと思いますか？なんだかわからないけど、お城みたいで可愛いから写真を撮っておこうというお客様もとっても多いんですが、なんとあのおしゃれな建物、横須賀市のゴミ分別場となっているんです。ちょっとびっくりですよね。名前もリサイクルプラザアイクルといって、横須賀市民に本当にサイクルに対して興味を持ってもらいたいということで、旧世ヨーロッパのお城をイメージして建てられたんだそうです。さあ、そんな右手いっぱいオッパマ工業地区のご案内が終わりましたが、隣の港までまだちょっとだけお時間がありますので、この時間を使って横須賀の名物でもある海軍カレーの発祥についてご案内していきたいと思います。海軍カレーの発祥ですが、時は遡り明治の初期、当時日本では慢性的な栄養不足により吐き気という病気が流行っていたんです。そのため旧海軍さんがいち早く取り入れたのがイギリス軍で食べられていたカレーだったんです。ただ、イギリス軍のカレー、なんだか水気の多いスープ状。旧海軍さん、揺れる船の上だと食べるのが難しいということで、そこに小麦粉を入れてとろみをつけた。これが海軍カレーの発祥と言われています。ちなみに皆様、横須賀には実はもっと有名なカレーがあるのご存知でしょうか？名前を海上自衛隊カレーと言います。この海上自衛隊カレーとは、よく曜日感覚を忘れないために毎週金曜日カレーを食べるなんてお話聞いたことないですか？その時に食べられているカレーのこと、それぞれの艦船のコックさんが腕によりをかけて作っているので、使う食材も違えば隠し味も違う。船の数だけカレーのレシピがあると言われていますが、ちなみに皆様、今日のお昼海軍カレーも食べる予定ですというお客様いらっしゃいますか？ありがとうございます。なんと2階には4名様も手を挙げていただきましたが、私ちゃんと見ておりますからね、2階のお客様。では、実は知ってたから、海上自衛隊カレーを食べる予定ですというお客様は、残念ながら誰もいないというちょっと切ない状況ではありますが、では、皆様もしですよ、もしどこかでチャンスがあれば、一度はどの船の味でもいいから、海上自衛隊カレー食べてみたいと思うお客様いらっしゃいますか？ありがとうございます。2階では見られてると分かったお客様、ほとんどの方に手を挙げていただきましたが、実はそんなお客様にご紹介したい商品がこちらの商品ということで、サンプルは2階のお客様のみとなりますが、なんと海上自衛隊カレーシリーズということで、当社で8種類のカレー味再現したレトルトカレーも販売しているんです。なんと先月から3個買うとちょっとお安くなるというキャンペーンも実施中。キャンプにもいいですし、家の非常食としても持ってこい。何よりお土産に最高の一品となっていますので、ぜひお買いください。お土産屋さんにお立ち寄りいただければなーので、風が冷たい中2階まで宣伝しに来たんですが、冷たいのは風ではなく皆様の目線ということに気づいたところで長浦港に到着したのでガイドに戻りたいと思います。さあ、ということで左手前方の潜水艦も気になりますが、まず最初右手前方2隻並んでいるうちの岸壁側に止まっている大きな船、なぜか看板の上では隊員さんがずらーっと並んでいる姿もご覧いただけますが、大きな船は掃海母艦浦賀と言います。この掃海とは掃除の海と書いて掃海、いわゆる
爆弾処分船のリーダーを務めるのがこのフランガのお仕事。そしてお待たせしました左手前方をご覧いただきますと、なんと本日潜水艦が4隻も止まっているんです。潜水艦って海上自衛隊の中でも特に比率が多く特殊な任務を行っていると言われています。またレーダーの電波の届かない海中に潜むことから海の忍者とも言われている潜水艦は世界共通して秘密のベールに包まれている乗り物。そのため潜水艦どこを探しても実は潜水艦だけ名前や看板号ってどこにも書かれていないんです。というのも名前や番号分かってしまいますと、ある程度の行動範囲が分かってしまう。そういったことから潜水艦はデビューしてから1ヶ月ぐらいしますと名前や番号黒く塗りつぶされて分からなくなっているんです。続いてそんな潜水艦からさらに目線前方です。左目前方をご覧いただきますと白い船が何隻か止まっておりますが、なんだか漁船に見えるあの白い船たちは海上保安庁の巡視船なんです。海の安全を守っている人たち。海の上での事件や事故、もしもの時に通報してかかるのがこの海上保安庁なんですが、もちろん皆様その緊急番号ってご存知ですよね。あなたが1階では変な空気が流れておりますが、1人だけ正解者がいました。もしご存知なければぜひこの機会に覚えて帰ってください。海のもしもは118番118番です。なんと全国でも3割程度の人しか知らない番号となっていますので、よろしかったらぜひ覚えておいてください。さあそして今度は右手前方から真横にかけてやや小ぶりな船、お尻をこちらに向けている小さな船、お尻に黄色い巻物を乗せている船、お分かりになりますでしょうか。お尻に黄色い巻物を乗せている船は名前をヒラードというんですが、あの船実はプラスチックでできたプラスチック船なんです。そしてこの船ぐるっとここで U ターンするので、同じ仲間の船プラスチック船が左手前方からもご覧いただけます。看板号605番父島と言います。ではなぜこの2隻プラスチックでできたプラスチック船かと言いますと、この船のお仕事がまさに海の中の爆弾を見つけて撤去するのをお仕事としている船。もう考え方はお分かりですよね。船体に磁石の力を帯びないようにプラスチックでできた爆弾処分船。そしてその前に止まっている大きい方の船が5106番湘南。そしてこの湘南と同じお仕事をする船が左手前方5105番日南と言います。この2隻は海洋観測艦といいまして、海の中の地形や地質、水温、塩分濃度など海のいろんなことを調べるのをお仕事としている海のスペシャリストの船です。さあそしてこの左手前方、先ほどご紹介しました裏側が見えてきました。船って斜め前から写真を撮っていただきますととてもかっこいい写真になるんです。さあということで岸壁側に止まっているのが463番、今ご紹介しましたプラスチック船のリーダーを務める船。プラスチック船、やはり狭いところも入っていけるようにやや小ぶりな船が多いんですが、長期任務に就くと燃料、食料、真水足りなくなってしまう。そんな時に分け与えてくれるのが奥に止まっている裏側、そして手前に止まっているのが6102番司令官アーカと言います。海上自衛隊で作った新しい装備品をこのアーカに乗せて船の上で使っても問題ないかどうかをチェックするための船。ちょっと前だと次世代の大砲レールガンが乗っていたんです。従来の大砲って火薬を使ってズドンと弾を撃ち出すのに対し、レールガンは電磁石を使って弾を飛ばす。どう違うかというと、簡単に言うと距離がずーっと長くなるんです。従来の大砲は30キロから40キロメートルの射程に対し、レールガンの射程はと言いますと、なんとその距離100キロメートルとも言われているんです。今奥の裏側では大佐が手を振ってくれていますね。ありがとうございます。ちなみに次世代の大砲レールガンも今外されちゃってるんですが、
私の個人的な感覚だと、多分レーザー対空砲が乗っているのかなと思うんです。このレーザー対空砲とは、高出力レーザー実調装置とも言われるんですが、砲弾やミサイルの代わりにレーザーの光を使い、無人機の迎撃、いわゆるドローンなどを無力化する装置。今、その試験をやっているのがこのアスカじゃないかななんて思っていますが、実際に目で見たわけではないのでちょっとわからないんです。ちょっと気になるところではありますね。次どんなものが開発されているのでしょうか。さあ、そして今度右手真横に見えてきたのが再び潜水艦の姿。意外と小さく見えますが、全長約80メートル。海面より下、見えない部分って7メートルもあるんです。さあ、ということで、ここで汽笛が鳴ったので、皆様、シャッターポイントがやってまいります。この船大きく右に曲がりますと、右手に止まっている4隻の潜水艦が、うまく縦に縦列して止まっているように見える瞬間があるんです。ぜひその瞬間狙ってシャッターを押してみてください。奥行きのあるかっこいい写真が撮れるんです。一番手前に止まっている潜水艦が奥に止まっている3隻の一番左側に来た瞬間が狙い目。もし分からなければ、とりあえずここら辺から連写してお撮りいただき、ご自宅帰った後にどの写真がうまく撮れたかななんて見ていただきますと、ずっと巡りも自動ファントとお楽しみいただけるようになっているんです。またこの潜水艦が止まっている岸壁なんですが、実はとある映画の撮影で使われていた場所なんです。皆さん、川口海二さんという方が書いた漫画で沈黙の艦隊ってご存知でしょうか。潜水艦を舞台に描かれた漫画なんですが、映画化されているんです。この沈黙の艦隊の撮影場所として使われていたのがこの岸壁。よく見ると、実は先ほどご紹介しました住友重機の大型クレーンまで映っているんです。ちょっと気になるなという方、ぜひこの後チェックしてみてください。ちなみに現在、続編が映画館で放映されていますが、続編ではなく、一番最初の沈黙の艦隊の撮影場所として使われていたのがこの岸壁となっています。さあ、ということで皆様いかがだったでしょうか。かっこいい写真は撮れましたでしょうか。なんだよ、もうちょっと早く言ってくんないからシャッターチャンス逃しちゃったじゃないかなんて思ってるお客様いらっしゃいましたら朗報です。なんと軍港巡り、本日16時出港の便までご用意しております。ぜひ何度もチャンスがありますので、たくさんご乗船いただければと思います。なので、ちょっとしれっとふざけた案内になってしまいましたが、そんな中、今私たちはなんと旧海軍さんお手製の粗い掘割水路を通って横須賀海岸進んでいるんです。というのも、今皆様の左手に見えているのが我が輩の妻の島と書いて吾妻島と言います。それから右手の横須賀市の陸地、以前つながっていたんです。名前を箱崎半島と言いました。旧海軍時代、皆様が出港してきた横須賀港と今いた隣の長浦港、それぞれの港にはそれぞれの施設があったんです。旧海軍さんは今皆様が通ってきたように東京湾をぐるーっと通って毎日行ったり来たり、片道10分かかるんです。時間も燃料ももったいないということで近道を作ることになりました。ただ当時ショベルカーなんてなかった時代、そのため山にダイナマイトを仕掛けて崩し、それをつるはしやスコップを使って掘って作った手作業の水路、それが今お通りいただいているこの粗い掘割水路なんです。なんと3年という月日がかかりましたが、今でもこうして通ることができる水路、なんとこの水路を通るとたったの3分で通ることができるようになったんです。ただ気になるのが切り離されてしまった左手の吾妻島。当時は山の中をくり抜いて備蓄庫として使っていたんです。現在はと言いますと、海上自衛隊とアメリカ海軍が共同で使用している島と公表されていますが、一体何に使用しているかは一
切明かされていない秘密の島となっているのが左手の吾妻島となっているんです。さあ、そんなミステリーアイランドを通り越しますと、このクルーズ最後になります。左手前方からは世界最大級と言われる原子力空母ジョージ・ワシントンの姿がちらーっとご覧いただけるんです。先ほど写真撮りそびれてしまったお客様、ぜひこの機会にお撮りください。さあ、右に左に忙しいですが、今度右手前方から右手真横にかけて海上自衛隊2色の船がご覧いただけるんです。上が白、下がグレー、91番特務艇橋立。こちらは海外から来た VIP のお客様のおもてなしをする迎賓船で、また白い船体に赤い十字バンドを書くことによってドクターシップとしても活動できるのが、このドクターシップとして失礼しましたドクターシップとして活動できるのが91番特務艇橋立。さあ、そしてこの右手前方ずらーっと止まっているのが全て同じ種類の船、護衛艦です。まず最初に見えてきたのが1番最上。こちらなんといっても最新鋭の護衛艦なんです。海上自衛隊最新鋭の護衛艦。この1番最上は2022年以降に作られた新しいタイプの護衛艦。そのため船体スリムですよね。デコボコほとんどないんです。というのもデコボコなるべくなくすことにより、飛んできたレーダー波を海や空に跳ね返すことができる、いわゆるレーダーに映りにくくなった最新鋭の護衛艦。またありとあらゆる機能を自動化することにより、従来の護衛艦の3分の1の人数でこの船を動かすことができるようになった。そんな最新鋭の護衛艦が1番最上。そして3番車さんで隣179番モヤ。実はこのモヤ、海上自衛隊のイージス艦なんです。179番のマストの付け根あたりをご覧いただくと、なんだか先端の色より白みがかった大きな八角形の板がペタンペタンと今2枚ついているのお分かりいただけますか？実はこの板こそがイージス艦の目となるレーダー。この板状のレーダーを船の4方向に配置することで360度リアルタイムで監視することができる。レーダー自体はアメリカが開発したレーダーとなっていますが、もしどこかでこの亀の甲羅のような板ついた船を見かけましたら、それは世界共通してイージス艦だとぜひ覚えておいてください。さあ、そしてこの右手前方、マストが2本ある船です。看板号ちょっと見えませんが154番天霧。このマストが2本ある護衛艦は簡単に言いますと昭和世代の護衛艦、大ベテランの護衛艦となっています。そしてそんな天霧から3馬車さんで隣、もうお分かりですよね。174番霧島もそうなんです。海上自衛隊のイージス艦。そしてそんな174番の隣に止まっているのが116番テルズキと言います。この116番のマストの付け根あたりをご覧いただくと、今度は大小2つの四角形のレーザーがついていますよね。実は隣に止まっている霧島、亀の甲羅のようなレーダーと同じ働きをするレーダー。ただ亀の甲羅のようなレーダーはアメリカが開発したレーダーです。116番についている四角形のレーダーは日本が独自で開発したレーダーとなっていますので、116番はイージス艦とは言わず別名和製イージスとも言われている一隻なんです。また174番と116番、実はコンビを組んでおりまして、テルキリコンビなんていうのでもちょっと有名。この2隻一緒にお写真をお撮りいただければと思います。さあ、ということでそんなテルキリコンビのご紹介ができたということは、このクルーズもぐるっと一周してきたんだなというのがお分かりいただけましたでしょうか。いやー、本日はそうですね、最初は雨が降っていましたが、なんといっても原子力空母ジョージ・ワシントンに原子力潜水艦、たくさんの船を皆様にご紹介することができました。そんなラッキーな皆様に私から2点重要なお知らせがございます。ちなみにカメラはまだしまわないでくださいね。まず1点目、
皆様乗船時にお切りいただきましたチケットの半券を使って抽選会を行っていたんです。チケットの真ん中には11時日と書かれている前にちっちゃな数字で6桁の数字が書かれています。そのうちの下3桁を使って抽選会を行っていました。抽選番号の発表は皆様がチケットをお買い求めいただきましたチケット売り場の真横潮入りターミナルで発表しています。なんと30名様に1名様素敵なプレゼント、さらには4名様に1名様大当たりがあるんです。ぜひお買いなさい。チケット売り場までお戻りください。さあ、そして最後の重要なご案内というのは、本日隊員さんが皆様に手を振ってくれていましたよね。実はそんな隊員さん、熱いメッセージがあったんです。ただいくら大きな声で叫んでも絶対聞こえないんです。ということなので、左手前方です。引退してしまった空潮停船艦の後ろには高いビルが1棟建っているんです。よーくご覧いただくと、そのビルに大きな QR コードがついています。あの QR コード読み取っていただきますと、隊員さんからの熱いメッセージが受信できるようになっていますので、よろしければ皆様ぜひ読み取ってみてください。ただ私の携帯、なんだか QR コードズームにして読み取ることができないんです。きっとそんなお客様もいらっしゃると思いますので、ほとんどの方読み終えましたら私が代弁させていただきます。さあ、ということでいかがでしょうか。皆様読み取ることができましたでしょうか。さあ、ということでもうそろそろお時間もありますので、では私から隊員さんからの熱いメッセージ代弁させていただきたいと思います。隊員さんからのメッセージというのは、現在海上自衛隊では新しい隊員さんを大募集していますというメッセージだったんです。 QR コードを読み取っていただきますと、海上自衛隊のホームページにつながるようになっています。ぜひご興味があるお客様いらっしゃいましたら、この後アクセスしてみてください。さあ、ということでこの船はもう間もなくで潮入り桟橋へと到着いたします。船は揺れる乗り物となっていますので、なるべくその場からご移動せず、ご案内があるまでもうしばらくお待ちください。また傘袋ご利用のお客様は船から下船してからお出しくださいませ。お願いいたします。では本日この船を安全に操船した船長が瀬川誠、乗組員が楠澤幸太郎、鈴木海斗、そして案内人私山田理香でした。本日はご乗船いただき誠にありがとうございました。